H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。テレビ番組で有名なお化け屋敷の一つに選ばれた京林病院は、台湾の大南市にある地方病院で、1975年に開院しましたが、1993年6月1日に、病院はカルテの改ざんや虚偽の発表をしていましたが、地権者がその土地の建物が将来売りやすいと考えたため、長い年月が経っても取り壊されず、多くの若者が病院に通うようになりました。京林病院の幽霊の伝説を探ってみましょう。この場所には何も怖いものはないと考える人もいます。近づくとめまいがして怖いと感じる人もいます。中に入ると意志が見えると言います。ウィスプ、幽霊さらには幽霊からの電話さえ受信します。病院はすでに混乱しており、どこも満員です。かつて誰かが探検隊を出発し、太平門まで歩いて行きました。彼はすぐに誰かに足をつかまれて動けなくなったと感じました。彼はまるで誰かに首を絞められているかのように呼吸困難に陥っていました。友人はすぐに彼を引きずり出しました。翌日の正午、彼は地元の善良な兄弟たちに紙幣を燃やすために病院へ行きました。外は晴れていました。しかし空気中には古い匂いが漂っていてまるで時間がずっと前から止まっているかのように感じられました。私たちは慎重に廊下を歩いていましたが、遠くの囁きのようなかすかな音が聞こえました。突然、2階から足音が聞こえましたが、見上げると2階には誰もいませんでした。いつもと違う雰囲気を感じた私たちは、病院の病棟エリアに入ってみることにした。廊下の両側にある病棟のドアは、まるで私たちを歓迎するかのように開いていました。病棟には古いベッドや古い医療器具がいくつかありました。時々、誰かが静かにうめいているような奇妙な音が聞こえます。ルーさんはカメラを取り出して写真を撮り始めた。振り返ってみると、写真にはぼやけた人影がいくつかあることに気づきましたが、実際には私たちの周りには誰もいませんでした。突然、毛沢東さんが叫び、声を上げて角を指さした。私たちがその方向を見ると、暗い部屋が見え、部屋から低いハム音が聞こえてきました。私たちがゆっくりと近づくと、部屋のドアがわずかに開いており、中の光景は私たちを驚愕させました。部屋には3人の人物がいて、まるで何かの儀式を行っているかのように、背中を向けています。私たちは歓喜がして、心の中に恐怖が押し寄せるのを感じました。その時、3人は突然立ち止まり、ゆっくりとこちらを向いた。彼らの顔は青白く、目はうつろで、まるで別の世界から来たかのようでした。私たちは目に見えない力が私たちを動けなくしているのを感じました。彼らは申し訳ないと言い続けましたが、私たちは邪悪なオーラを感じました。やるせない気持ちになった時、突然突風が吹き抜け、3人は跡形もなく消えてしまいました。私たちは後悔の念でいっぱいになり、その場で固まってしまいました。この病院での冒険は私たちの心の永遠の謎となっており、2つの超常現象の物語も私たちに未知への畏怖の念を抱かせてくれました。京林病院を出た瞬間、振り返ると遠くから囁き、声が聞こえたような気がしましたが、それは病院の奥深くに響く反響であり、私たちの人生で忘れられない思い出となりました。方向転換しながら、慎重に階段を上りました。1階の雰囲気はさらに憂鬱で、何とも言えない重苦しい空気が漂っていた。周りを見回すと、古い医療機器が角に散乱しているのが見えました。どうやらここはかつて病院の一部だったそうです。廊下の突き当たりには、廃棄された医療機器がいくつか置かれた半ばオープンの部屋があります。私たちが近づくと、突然、低いうめき声のような小さな音が聞こえました。私たちは注意深く耳を傾けましたが、心の中に言い知れぬ不安を感じずにはいられませんでした。さらに進んでいくと、手術室と思われる部屋に入りました。部屋には息苦しい雰囲気が漂い、壁の照明は薄暗く不気味だった。突然、壁に影が揺れているのが見えましたが、振り返って探してみると、そこには誰もいませんでした。私たちは探索を続けることにし、半分開いたドアを通ってホールに入りました。ホールの中央には長い間放置されていた庭園があり、雑草が生い茂り、
荒涼とした雰囲気を漂わせている。右側のこの字型の廊下に目が行き、その中央には雑草にうずもれた荒れ果てた庭があった。やがて反対側のエレベーター入り口まで来ましたが、警告線を見て全員が止まりました。エレベーターの入り口はドアのない恐ろしさで、誤って転落すると命の危険があります。しばらく迷った後、私たちは病院の地下へ向かうことにした。地下に向かうと目に飛び込んできたパシフィックゲートの3大文字に胸が締め付けられました。私たちは混乱しました。これが遺体安置所への入り口でしょうか？突然冷たい風が吹き込み、地下室全体がさらに不気味になった。さらに歩いていくと、冷凍庫として使われているような空き地を見つけました。空き地の終わりにシンクを見つけます。カウンターの上には赤い布に包まれたストローマンが置かれ、その横には開けられたクッキーとワインが2本置かれていた。不穏なことに、飲み物の横に水からだけが突き刺さったタバコが2本ありました。私たちは、まるで何かの邪悪な罠にはまったかのような歓喜を感じました。この奇妙な場所を離れることに決め、私たちは階段に向かい、1階に戻ろうとしました。階段は古くて薄暗く、まるで未知の恐ろしい場所につながっているかのようでした。この荒れ果てた病院で、私たちは心の中の恐怖が広がり続けながらも、知られざる秘密を探求し続けます。私たちは皆、心の中に言い知れぬ不安を抱えています。黒豚は眉を潜め、聞こえる音はどんどん近づいてきているようで、まるで2階を誰かが歩いているような感じだったが、2階には誰もいなかったと話しました。私たちは階下で次へ進むべきかどうか悩みました。突然、ハイヒールが床を叩く音のような音が鮮明になり、徐々に私たちのいる階段に近づいてきました。ビーズが落ちる音ではないかと示唆する人もいたが、この説明では私たちを安心させることはできなかった。私たちは階下に立ってお互いを見つめながら心臓を高鳴らせていました。延々と議論をしていると、突然ハイヒールの音が止んだ。まるで階段全体が沈黙に陥ったかのように、私たちの息は一瞬凍りつきました。すると、冷たい風が吹き抜けて肌寒さを感じました。黒豚は突然2階を指さして言いました。影が見えた、女の影だ。全員の目は2階に集中していましたが冷たい風で何の形もはっきりと見えませんでした。心の緊張は徐々に高まり、すぐに避難を提案する人もいれば、真相究明を続けたいという人もいた。最後に、私たちは勇気を持って前に進むことを決意しました。ゆっくりと一歩ずつ2階へ続く階段を登っていきました。しかし、私たちが到着すると、ハイヒールの音が再び消え、2階は静まり返りました。この病院での冒険は私たちを説明のつかない恐怖に陥れ、ハイヒールの音は私たちの心の中で永遠の謎になりました。私たちは写真をコンピュータに転送し注意深く調べました。写真の中のアチューは微笑んでいるが、彼の後ろの窓辺には黒い人影がはっきりと見え、その目は私たちを見つめているようだ。この黒い影は、以前階段の上で見たものと似ています。今度は、この病院に潜む異常現象を無視できなくなった。強い決意を持って、他の生徒たちと私は、もう一度徹底的な冒険に出かけることにしました。見慣れた廊下を通って3階に到着すると、アチュンさんはまだ楽観的だったが、他の人の表情は徐々に厳粛なものになった。今回は特に変な事件も起こらないのではないかと思っていたところ、突然エレベーター入り口から甲高い女性の悲鳴が聞こえ、一同は然としました。まるで私たちに何かメッセージを送っているかのように、叫び、声が階段の吹き抜けに響き渡りました。私たちは緊張と好奇心でいっぱいになりながら、音のする方向に急いで歩きました。エレベーターに到着すると、エレベーターのドアは開いていましたが、車内は照明がなく真っ暗でした。エレベーター内に悲鳴が響き渡ったようでしたが、やはり人影も何も見えませんでした。このシーンを見ると、この病院には理性を超えた未知の力が存在していることがよくわかります。結局、私たちは病院の中にさらに進む勇気はなく、すぐに避難することを選択しました。今回、私たちは病院で起こった奇妙な出来事を決して忘れませんでした。
その叫び、声は今も耳にこだまするが、写真は説明できない何かの証拠である。病院の秘密は私たちの記憶に新鮮に残っており、未知の世界を探索することにさらに慎重になります。アチュンさんの体験を聞いて心が寒くなった。私も災いから身を守るために祭壇に行って経験な祈りを捧げることにしました。しかし、運命は私に対して別の計画を持っているようでした。数日後、一緒にコーヒーを飲む約束をしたのですが、アチュンさんの手に包帯が巻かれており、その顔は疲労と驚きでいっぱいでした。取り調べに対し、彼は自転車に乗っている時に不可解な事故に遭い、手を骨折したという信じられない経験について語った。さらに驚くべきことは、アシュンさんの手には、大南の京林病院で彼が撮影した写真で見覚えのある手が見つかったことです。誰もがその写真に超自然的な何かが写っているのではないかと推測し、私は震えを感じ始めました。次に別の超自然的な話をしました。私がまだ広報の仕事をしていた頃、みんなでお化け屋敷に行こうということになり、大南京林病院がターゲットになりました。私たちは大人数のグループと約束をし、バイクでそこへ向かいました。到着すると、私たちは病院に敬意を表するために線香に火をつけ、紙幣を燃やしました。しかし、祈りを始めようとしたその時、突然3本の線香が折れ、本来の厳粛な雰囲気は台無しになりました。病院内は異様な雰囲気を感じた。ろうそくの明滅の明かりを頼りに、私たちは暗い病院の建物へとゆっくりと歩きました。探索中に、奇妙な音を聞いたり、幽霊のような光や影を見たりしました。この冒険により、私たちは病院の異常さを深く認識し、超自然的なものの存在に対する信念が強化されました。病院内の様々な兆候は、私たちにとって決して忘れられない超自然的な体験になりました。地下室は人影も少なく、静まり返った廊下には足音と心臓の鼓動だけが響いていた。非常階段の存在は、私たちをまるで死の淵にいるかのように震えさせます。私たちは刺激的な薬の匂いが充満する線から脱出を歩き続けました。狭い部屋には医師のローブがかかっており、私たちは唖然とした。懐中電灯の光が医師のローブに奇妙な影を落とし、この暗い空間で私たちの想像力が暴走し始めました。私たちが前に歩いていると、突然、誰かが低い声で何かを暗唱しているような囁き、声が聞こえました。カメラを持った学生たちが果敢に全てを記録していたにもかかわらず、全員の気分は重くなりました。突然、カメラフレーム内の光が不安定になり、歓喜を感じ始めます。部屋を歩き回った後、私たちは一見忘れ去られた一角に来ました。そこには古い扉が半開きになっていて、その隙間から光と影がぼんやりと見えた。勇気を出してドアを開けると、中央に簡素な祭壇が置かれた暗い部屋が見えました。祭壇にはお香が焚かれていました。これらすべてが私たちに何か神秘的な儀式に入ったかのような奇妙さを感じさせます。時折カメラが揺れ、目に見えないプレッシャーを感じます。ちょうど出発しようとした時、突然カメラの画面にぼやけた人影が現れ、私たちは恐怖を感じました。私たちは急いで地下室から出て歩道に戻りました。その日以来、私たちは京林病院に戻ることはありませんでした。カメラの記録も謎となっており、ぼやけた人物の正体は解明できていない。この冒険は私たちの心の中で永遠の謎となり、また超自然的なものの存在についての深い理解を私たちに与えてくれました。私たちは遺体安置所に入り、長い間放置されていたこの場所が私たちの到着に反応しているように見えることに気づきました。ただし、これが単なる前例のないいたずらなのか、それとも本当に超自然的な存在が存在するのかはわかりません。探索中に異常現象が続発。小部屋から水音が聞こえ、最初の部屋の明かりが点滅し、ドアがわずかに動いた。これらの変化は私たちに異常さを感じさせ、廃病院には説明のつかない奇妙な力が隠されていると感じました。拡大室に来た時、撮影者は突然目に見えない力で吹き飛ばされ、カメラも破損してしまいました。
体重100キロ以上の男性が押し倒され、大混乱に陥りました。遺体安置所にはカメラだけを残して全員が逃げた。少し休憩した後、私たちは遺体安置所に戻ってカメラを回収し、映像を再生して調べてみることにしました。壁にリプレイが映し出され、奇妙な現象が見られた。ビデオでは私たちが遺体安置所に入った後、カメラを追って小さな白い点がありました。撮影者が押し倒される瞬間まで、まるで何かの超常現象が介入したかのように、写真は突然白黒の点に変わりました。これらすべてが私たちを深い考えと恐怖に陥らせます。病院の廃墟には理解できない秘密が隠されているようで、私たちの冒険は素晴らしい経験になりました。この病院への旅行で、私たちは超自然的な存在や未知の力に深い興味を抱くようになり、また、廃墟への畏怖の念を抱くようになりました。病院で起きた奇妙な出来事は私たちに深い影響を与えます。高尾に戻る途中、中華道をバイクで走っていると、救急車の轟音にパニックになり、急ブレーキをかけました。12台のバイクが衝突し、手の擦り傷、膝の皮の剥がれ、私のバイクは頭に穴が開くなど、多数の負傷者が出た。緊急時には警察に助けを求め、警察も防犯ビデオの確認に協力してくれました。私たちは救急車の通過が事故の原因であることを証明したいと考えています。しかし、監視映像には救急車の存在は映っていなかった。可能性のある病院に電話して問い合わせましたが、派遣実績はありませんでした。こうしたことから、私たちは病院における解明不可能な謎を深く認識することになります。この事故で私の頭部損傷は最も重傷でしたが、モニターでは私たちに何が起こったのか確認できませんでした。これは私の中に深い疑念と恐怖を生み出しました。この病院には説明のつかない不可思議な出来事があまりにも多く潜んでいるようで、私たちが経験した奇妙な体験のせいで、病院での冒険には警戒するようになりました。それ以来、私は二度と病院の冒険には足を踏み入れないと心に決めました。多くの視聴者が病院で遭遇した様々な奇妙な話を共有したり、記事を投稿したりする人もいますが、病院は未知と理解できない領域に満ちていることを知っています。たとえ冒険への欲求がどれほど強かったとしても、私はその信じられない世界に足を踏み入れるよりも、頭の中に穴を開けておきたいと決心しました。病院の奇妙な謎は私の人生に消えない影となった。今後も更新していきますので、ご安心ください。番組終了前に少しを話したいのですが、字幕が重なっているとの報告をいただいている方もいらっしゃいます。字幕が重なっている場合は、字幕をクリックしてください。携帯電話を閉じてください。今後、写真が非常に怖いと感じた場合は、メッセージを残してください。数分間過ぎる場合は、将来微調整します。視聴者の中には、怖い絵がある前に警告があってほしいとの反応があったため、今回のジドの超自然的な物語では警告はなかったのですが、実際には5秒前に警告を発表したので、あるのかと思っていました。他にも視聴者を怖がらせる写真があった、あるいは怖い写真は見せたくない、と主張したり、動画では片岸傷だけを見せたりしたのですが、怖さは人それぞれ違うのではないかと思ったので集めなければなりません。この情報を改善に役立てていただくとともに、ご支援とご鞭撻を賜りました皆様に改めて感謝申し上げます。新年明けましておめでとうございます。ちなみに、太平門についてですが、太平門というのは実は安全扉や脱出口のことで、昔台湾ではこの言葉が使われていたので、太平門といっても遺体安置所が毎日楽しくて幸せだという意味ではありません。今日の話はここまでです。メッセージボックスには他にも超自然的な話があります。下にスクロールして読むことができます。聞きたいトピックがある場合は、メッセージを残して、超自然的な話があるかどうか教えてください。ピリオド。あなたも私に貢献することを歓迎します。次回を愛しましょう。